おはようございます。2023年9月30日、朝9時45分、もうすぐ9時50分かな。だんだん遅くなってきてしまいます。今日もPTA の新聞のこととかやってて、ちょっとスタートが遅くなりました。皆さん、僕の副業っていうか、今までの本業だったことがちょっと気になるんですか？そんな感じの、ちょっと遠回しなコメントっていうか、意見もあるんですけども、人の仕事を、何やってんですか？儲かりますか？って収入いくらですか？って聞くのは、基本失礼ですね。ただ、ウーバーだったら、いくら稼いでんのって、何件やったのって、そんな、大した、問題じゃないから、僕は、言っちゃいますけど。で、私のもう一つの仕事は、在宅のね、仕事なんです。で、今日本の仕事は安いんですよね。で、日本で在宅ワークとか検索して、で、パッて出てきたのを見ると、半分はいかがわしいもの、すぐ儲かりますよとかね、携帯で10分やればこんなにお金がグー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 ってのが多いです。そんなのはダメですけど、すいません、ちょっと中断しました。で、どこまで話しましたっけ？で、検索して、で、在宅ワークの仕事が出てくると、半分はいかがわしいもの。で、半分は、あまあ、マッチングサイトですね。そこに登録してほしい。誘導するやつです。すぐ仕事が見つかりますよ。すぐこんな仕事がありますよって。で、個人情報を登録すると、これから、紹介に入ります。なんて言って、ほとんど役に立たない。時間の無駄ですね。で、おすすめなのが、今、日本の仕事は安いので、外国の仕事を見つけるのがいいです。ワークアットホーム、在宅勤務っていう意味なんですけどね、それを入れると、ダーっていろんなの出てきます。で、有名どころだと、アッペンっていうのかな、アップンっていうのかな、APPEN。そこをね、検索すると、やたら持ち上げてる人います。そこで稼いでる人もいるみたいなんですけども、私の思った感想では、ちょっとね、サイトが重たかったり、ログインするときに、ちょっとちゃんとログインできなかったり、管理があんまりうまくできてないような気がします。あと、ワンフォーマってあるんですけども、これアメリカなんですけども、アップルがオーストラリアだったかな、中国だったかな。ワンフォーマはアメリカなんですけど、そこは管理がずさん。テストを受けてくださいっつって、で、10問ぐらいあって、80%以上合格、80%以上正解すれば合格ですよ。そんな話が出てくるんですけども、その10問のうち2問はリンク切れだったりしてね、どうやって合格するんだよってね、そんなのばっかりなんですよ。で、案件が来るんだけど、まずうまくいかない。で、私が今年前半やってたのは、テラスインターナショナルあって、で、そこで地図の仕事を主にやってたんですけど、そこ、テストがあります。で、1回目は失敗した。2回目、じゃああなたこっちやってみてくださいって、それは地図のことだったんで、僕得意ですから。でも、ドキュメントは A4 サイズの紙で170ページぐらいあって、全部見切れないですから、そのところどころを見てやるんですけども、それは合格して、うまくできるようになったんですけど、でそこの仕事が地図ばっかりじゃないんですよ。で、地図、すぐ覚えて、だんだん早くなってくると、この仕事もやってください。この仕事もやってください。こっちの仕事もやってくださいって30件ぐらいかな。いろんな案件抱えました。で、そのうちの少しは僕の不得意なやつも入ってきました。で、そこで多分ね、なんかミスしたんだな。で、全然ダメだってことで。で、クビになっちゃいました。で、外国の会社で怖いのは、その1件だけで NG なのに、契約切るの全部なんですよね。地図の仕事まで切られちゃって。で、参りました。で、そこ切られちゃったんで、しょうがない。すぐ仕事見つけなきゃって言って、もう一回、ワークアットホームって言って検索して、で、一つ見つけて、ウェロカライズって、世界中でもなんかマイナーなやつで、あんまり出てこないんですけども、実際申し込んでみたらちゃんとした会社で、ホームページとか、テストのシステムもしっかりしてるし、実際の仕事のシステムもかなりしっかりしてるし、テラスインターナショナルのお給料の1.3倍くれるし、いいなと思って、やったんですよ。
で、そこテストが、テラスより難しくてね、6段階あるんです。1回どっかでミスったら、バイバイ、See you later なっちゃう。で、最初のテストは、イージーですけどね。2つ目からちょっとタフだな。3つ目は、相当タフだな。5、6、7、4、5、6はかなり難しいです。だから、なかなか通らないけど、ラッキーでした、通ってね。でもそこを仕事始めてみると、やっぱりテラスと同じで、この仕事終わったらこっちもやってください。この仕事が終わったらこっちもやってくださいって、他の仕事をやるのに、この説明書読んでからやってくださいねって多いんですよ。で、それを習熟して、やっと覚えて、少し慣れてきたら、また次の仕事やってくださいって、なかなか儲けさせてくれない。それで、今、ウーバーの方、またメインにしようかなと考えてます。ごめんなさい。話が長くなりました。で、配達員さんに副業としていいなと思えるのは、携帯でできる、タスクワークっていうんですけど、そういうのあるんですよ。で、皆さんは、ウーバーが暇になったから、出前館登録しようとか、ウォレットメニュー登録しようとか、で昔はもっとオネスト P 登録しようとか、なんか、猿だか、キジだか、犬登録しようとか、で、いろいろありましたよね。全部なくなっちゃったんだけど、それだと、ウーバーが忙しいときは、他の、ところも忙しくて、他が暇なときはウーバーも暇で、あんまり美味しくないんですよね。で、ウーバーが暇なときにやりたいじゃないですか。で、クリックワーカーっていうのがありますから、それが一番いいです。クリックワーカー自体は、アプリインストールすると、アンケートに答えてくださいとか、そういうなんか、つまんない仕事ばっかりです。ただ、そこと連携してる UHRS とマイクロソフトの仕事なのかな。で、クリックワーカーから入んなくても、アッペンから入っても、トロカってとこがあって、そこから入っても、だからワンフォーマーから入っても、どこでもいいんですけども、どっかから1箇所しか入れません。で、僕はアッペンからも入れる。クリックワーカーからも入れるんですけども、クリックワーカーから入った方が、断然、お金の面でも仕事の量でも有利です。で、クリックワーカーに登録した後、多少ね、英語のテストがあります。UHRS やるためにね。だから英語全然ダメだって人はちょっと無理かな。中学英語だと無理です。で、高校低学年ぐらいの英語力があれば合格します。で、僕は高校の時、英語はとてもダメで、5段階評価の1か2でした。で、それでもなんとか今やっちゃってるんで、なんとかなると思います。で、その UHRS も、30秒とか1分で仕事、パチパチ、ポン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 ってやって、それで何十円かくれるんですよ。で、僕の場合は、今年前半だけで、10万はいかなかったな。8万円か9万円になりました。間にやる仕事だから悪くはないです。で、その仕事だけやってても結構儲かるなと思う時あるんだけど、それは永遠に続きません。その仕事の中に、ステルスクエスチョンみたいなのあって、本当は仕事じゃないんだけど、それに間違うと、マイナスされちゃうっていうのがあるんですよね。で、それがね、くせ者で、本当は合ってるのに、仕分けでそのものが表示されないときは、表示されない、リンク切れ、仕分けしなきゃいけないところがあるんですよ。で、そういうふうに仕分けすると、違います。これは合っていますとかね。出てくるわけです。で、向こうの管理ができてないので、古い質問までそのまま残した。で、その分、僕のミスの分もカウントされちゃうんです。で、それが累積していくと、いろんな案件があるんですけども、案件がね、ストップしちゃう。じゃあ他の案件やろうっつって、その案件やってると、またステルスのクエスチョンで、失点が累積して、で、それ止まっちゃう。だからずっとはやってらんない。他の仕事をメインでやって、たまにそれやるぐらいしか仕事量がないです。ただ、クリックワーカー、ウーバーの街の暇つぶしには一番いい仕事だと思います。大して儲かんないけど、よかったらやってみてください。宣伝するわけじゃないですけどね。では、出発します。ピュッ
7分熟成のすき家行きます。境川公園に来ました。ちょっとお腹痛くなってトイレ行きたくて境川公園に来ました。ここはとってもならない公園です。時々はなるんですけども、長く統計取っているとならないですね。でもとてもいいこともあって、今日みたいな緊急事態に駆け込みます。東西南北四方に椅子があって、で真夏日でも必ず日陰があって、でちょっと熱中症になった時横になりたいですよね。その時にちょうどいい椅子があるんです。それから急に雨が降った時に隠れる場所もあるし、でちょっと甘いもの食べて体力回復したいなって時は、この脇にセブンイレブンがありますから、セブンイレブンでちょっと甘いもの買って食べたりとか、なかなか便利な場所です。八幡東イオンモールの健太って、3階とかのところかな、マクドナルドとかあるところ、あそこ入ってくるの大変ですよね。行けば行けないこともないけど、今 8.1 キロとか来たんですけど、蹴っちゃった。気分が良くなりましたんで、また中心の方にサイクリングしていきます。いつもの何ポイントに降りてきたらすぐなりました。2軒目原町です。さっきのアプリでの仕事の続きなんですけども、自分いろんなアプリ入れてみたんですよ。お金稼ぎアプリ、外国で紹介されるのも含めて全部入れてみました。で50個から80個ぐらい入れたのかな。日本はそういう携帯で稼ぐアプリの後進国なんで、アメリカで使えても日本では使えないとか、もしインストールできてもお住まいの地域では仕事がありませんとか、そのばっかりでなかなかうまくいきませんでした。それからアンケートアプリとか、ゲームをチェックするアプリとか、歩くだけでお金稼げるアプリとか、そういうのありますけど、皆さんの方がもしかしたらご存知かもしれないけど、あれはちょっと嫌だな。毎日ずっとゲームしてるわけにもいかないし、で作業をしながら、お金を稼げるアプリとしては、日本ではクリックワーカーとトロカっていうのがありまして、それ2つだけですね。でトロカの方は単価が安すぎるのと、アプリの設定っていうか、向こうのオペレーションがそんなにうまくいってなくて仕事ができないのもあります。ですから実質、こっちで使えるのはクリックワーカーだけですね。で外国で稼いだお金をじゃあどうするのかって話なんですけど、それは他に詳しく解説されている方がたくさんいらっしゃるんで、そちらにお任せするんですが、ペイオニアっていうインターネットの銀行みたいなところと、ペイパルってところと、ハイパーワレットってところは私は使わされました。ちゃんとそこに1回入金になって日本の銀行にも入ってきます。でそんな大きな手数料でもないですから、全然それは問題ないです。3件目、下伊東渦ドロップです。僕の死んだ父親もバスとかタクシーの運転手してましたから、あんまり悪く言うのもなんなんだけど、小倉だと国際っていう提灯つけてるのはほぼダメですね。ちょっと今も危なかった。怖いです。でどうしようもないなと思うのは、お釣り銭をごまかそうとする運転手とかいてね、暗いところでお釣り銭もらうでしょ。で指でこうやって挟んでバッて渡さないで、手のひらで渡さないで細かくして渡して、で、700いくらかのお釣りだったかな、500円玉みたいなふりして100円玉で渡すんですよね。でこれ違いますよって言うと、あごめんねって言って
ちゃんと直すんだけど、あれは確信犯だな。タクシーの話だと、ここらだと中央交通さんってところが一番まともですね。ちゃんと気をつけて走ってくれてるような気がする。で、最後は人それぞれなんですけど、第一交通さんって大きな会社があるじゃないですか。で、背のちっちゃい眼鏡かけたおじいちゃんの運転手が怖いんですよね、この辺だとね。止まれ、絶対ダッシュ、止まらずダッシュみたいなね。あれでよく人引かないななんて。いやだで、その人に遭遇するのを後ろから来たんじゃ分かんないですからね。一応気をつけてるんですけど、雨が降ってきまして、予報ではここから3時間ぐらい雨です。時間、私の方はあと5時間半オンラインしなきゃいけないので休みません。このまま雨に突入します。で、雨カードの極意を一つご案内しましょう。というのはこういうウォーター葉っぱがいいですよとか、自転車のこういうウォータープルーフの設備がいいですよと、そういう話になるんですけども、一番重要なのは無駄に雨の中にいないこと。もしならない時あったら、雨宿りできる時は屋根の下にいてください。体力を失いません。それが一番重要です。で、これが花紙ではなくて、新しいペーパータオル、ポケットの中に入れてくしゃくしゃにしたものなんですけど、綺麗なものです。で、これは携帯電話の画面を拭くために使えますので、いつもポケットの中に入れておきます。これが水で濡れてくしゃくしゃになったら新しいのに交換します。で、どうやったら携帯電話、スマートフォンを水没させずに長持ちさせるかですけども、携帯電話の自転車とかバイクのフォルダがありますよね。あれは Uber 推奨でつけてくださいって言うんだけども、雨の日なんか特に水滴で見れませんから、あれも使わない。最初からポケットの中に入れて地図を覚えていきます。そんなことできないよ、地図がなきゃできないじゃんね。そんな方もいるかもしれないけど、1ヶ月我慢して出発するときに地図見て行き先を覚えてやってみてください。途中で分かんなかったらまた止まって見る。分かんなかったら止まって見る。でも携帯見ながら移動しちゃダメよ。それやってるうちに1ヶ月ぐらいすれば大体誰でも簡単にできるようになります。で、それができるようになると、雨風の時にポケットの中に入れとけば大体水没しませんから問題ないです。長持ちします。伊東津まで降りてきたらすぐなりました。山登りコースですけどね、行ってきます。4軒目ドロップ終了。高尾です。下伊東津です。次崖の上から行きます。ここが難しくてね、バイパスから来るときは楽なんですけど、下が来るときは自転車を担いであげてここまで持ってきます。6軒目サーミドラップです。ナリポイントでもないかなんないから待ってるだけなのに蚊に刺されまくりで困ってます。また雨がぽつりぽつり降ってきました。雨装備です。7軒目ドロップ緑ヶ丘です。3.7 キロですがスタバ行きます。8軒目が立町です。あと1時間ちょっと大手町待機で行きたいと思います。ここなら蚊が少ないんでね。歩くというスーパーの前です。この辺の地元のチェーンスーパーの前であと8分なんですけどね、ここでいつもお買い物して帰ります。ですのであと8分だったらならなくていいなと思うんですけど、どうでしょうか。で、ここで買い物してると僕はカバン持って入りますし、ちょっとあいつ怪しいなと思いますよね、やっぱりね。で、お店の人はもう毎日買い物するんで、この人はいいお客さんだって覚えてくれてるんだけど、で、守衛さんの方としては責任がありますからね。一応遠目にずっとあの人はなんかやらないかなとかね、
ずーっとついてきますね。で、僕の方も、対象となってるのが分かってますからね、ちょっと狭い通路を入ってあげて、手を、ちょっと見てるときにちょっと手を伸ばして、シュッと隠したりとかね、してね、演技して、あいつなんかやってるんじゃないかなって。で、守衛さんが来ますけども、何もやってないよー、何もなってないよー、みたいな顔して遊んでます。はい、結局、ならずに、無事、8分間通過しました。このまま帰ります。オンライン時間に対する運転時間の利用率が 28%、ちょっと低いですけど、まあ、平均がこれまで 35% なんで、誤差の範囲かな。そこより上に行ったり、下に行ったり、5%から10%ぐらいは、まあ、しょうがないです。で、換算機、昨日言ったけど、換算機にちょっと入ってるんで、弱いですけど、ポテンシャルはもう40%か50%ぐらい、多分いってると思います。では、また明日で最後です。さよなら。